それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ、昨晩あなたのことでお相手が考えていたことについて見ていきます。夜の妄想シリーズです。よろしくお願いします。ではスプレッド展開を使って見ていきます。はい、では見ていきましょう。はい、そしてオラクルカードも1枚出していきます。で、お相手の妄想の昨晩の妄想のテーマとして1枚タイトルをつけていただこうかなということで、はい、こちらです。ごめんなさい。平和のカードが出てきた。確かにね、ソードの4番も出てるので、平和って言ったら平和なのかも、落ち着いているのかも、全て出し切って、そうすっきりというか、穏やかな平和が訪れたっていうような、その平和なひとときでしたっていうのが入ってきていますね。タイトルとしては平和、昨晩のあの人の妄想は平和でした。はい、そしてすごく満たされていたカップの9が入っているので、自分の妄想でもう満たされるお気持ちいっぱいでしたっていうのが伝わってきます。はい、自分の湧き上がってくる思い、震え上がる鼓動、気持ち、体っていうところで、もう自分のもうすべて、もう細胞のすべてもう逆立つような、そんな気持ち、エネルギーっていうのがもう湧き上がってきてしまって、もうあなたのことを思いっきり想像しましたっていうのが入ってきます。いただきました。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。もう平和ですっていう風にね、そんな風に入ってきます。で、この方の思う通りに、妄想できたんじゃないかなっていうのが入っています。じゃあどんな風に妄想したのっていう風に、出てきますと、あなたと共に寄り添っていって、そして自分だけが責めるだけではなくて、もちろん最初は自分から切り出していくんですが、あなたの方も負けずと粘り強く取り組んでくださっていたりとか、お互い極めていくところ、そうですね、お互いフュージョンしていくようなところがすごくいいっていう風に妄想されていたようです。あなたの方からも積極的だったんじゃないかな。このお相手の妄想の中ではね、お互いが接戦、激戦を繰り広げていたんじゃないかっていうことで、どちらもクリティカルヒットを生み出していったような、繰り出していったような激戦っていうのが入ってきます。でもこの方はそれがお好みでしたね、昨日の。はい。妄想の中ではそういうのが好きでしたっていうのが入ってきます。その妄想通りにあなたを、気持ちよくさせてあげたいなとかね、本当に体の中でつながっていくことっていうことを純粋に考えているので、もうそこでいいんですっていうのが出てるんですね。もうそれでいいんですって、お互いのスポットを狙っていく、それだけ、もうシンプルにそこだけですっていうのが出てるので、例えばサイズ感だったりとか、マッチング具合だったりとかはどうかなっていうところで、妄想の中では完璧だっていう風に出てるんですけど、実際はどうだろうっていう風にそこも想像してるみたいです。実際もし触れ合った時にどうなんだろうみたいなのを感じている。で、その時にがっかりされたくないな、だから頑張ろうっていう風にね、思っているよっていうのが出てきています。そうですね、夢としては、願いとしてはね、お互い一緒にゴールインしたいなっていうのが入ってきてます。この妄想通りになればいいのになみたいな、そんな気持ちもあって、昨晩はすごくね、あなたというごちそうをいただきましたっていうのが入ってますよ。ルノルマンカードからももらっていきましょう。そうですね、はい、クロスのカードが入っています。狙い撃ちですね。本当にもうゴールそこですって、合体ゴール、
もうシンプルにそれだけっていう風に、それだけっていうかそれだけじゃないんですけど、その最終的なゴールや本来の目的っていうところはもう入っていくこととかね、入ってきてもらうこと、そこですよってズブーっていう風に入ってくるので、それでもう今気持ちとっても落ち着いてるっていうのが入ってきてますね。もう狙うところは一箇所だけなんですっていうのがあるので、かなりこの方妄想の中では自分の理想通りの展開っていうのが出てきています。いいですね。はい。では、ここまで見てきました。もう本当にね、ストレートにあなたのことをもう貫きたいとかね、愛を貫き通すんだとか、愛イコール体、ポーズ、決め技、すべてもうクリティカルヒットでつながり合えたんだっていうところでもう達して、その後も賢者モードっていう風に入っているので、もう本当にねこんな風に出てきていたので、はい、こんなお相手の妄想でした。ではあなたに対してアドバイスというか、そのお相手の妄想に対してのアドバイスって何なんだろうっていうふうにも思うんですけど、そこでねアドバイス的なものを出していきましょう。妄想なので、現実に近づいていくためにはっていうところで、ちょっと現実に帰ってみていきましょう。はい、ラバーズ出てきています。何があったとしても諦めないでください。この先、ときめきとか結びつき、いいでしょう。恋人が出てるので、このカードね、結果のところに出てるので、実現化するとか、ちぎりとかもありそうですね。嬉しいこと、またちぎりに近いようなことがあるんじゃないかなと思います。そしてお互い我慢してるところがあるというか、まだちぎりの関係を結んでいない方であれば、まだかなっていう風に待っていたり、そうですね、あなたの方でまだかなって、いつでも準備整っているから早く来てくれないかなっていう風に待っていたり、心待ちにしている、いずれ結ばれていくようなことが訪れるといいなっていう風に待っていますね。我慢してるっていうのがあるので、最近ちぎれていないなっていう風に感じてるのかもしれないですね。なんとかそれで、今自分の生活を送ってはいるんだけど、いずれ結ばれていきたいっていうようなお気持ちもあるし、タイミングが重なっていくので、ちぎりのチャンス出てきそうです。そしてお相手の方ね、塔のカードが出てるので、自分の中で自信がなくなっちゃうようなことがあるのか、もしくはそのサイズ的なことですねが、今気にしているところとしてあると思うんですね。塔のカードなので、なんか2人の関係大きく変えていきたいとか、最終結果ラバーズだから、今はっきりしない関係性だったらそこにちゃんとメスを入れてはっきりさせたいんだとか、自分の中で気持ちしっかりと揺るがない信念持ちたいっていうこともそうだし、今の2人の関係をね壊して、ここの関係ですね、触れ合っていくような関係だから、今ちぎれていないって方はそういう関係性なのかもしれないですよね。まだ恋人じゃないとかね、男女の関係になるにはまだ早いっていう方かもしれないので、その先へ行くためにも今の関係壊して、友達なら友達、職場なら職場っていうこの関係性を壊して次に行きたいっていうような、何かしらの衝動、衝撃っていうのを自分自身で生み起こそうとしてるのかもしれない。塔に対して1枚ください。太陽です。はい、こうやって壊すことによって、壊すというかね、その自信を一回壊して、またさらに強い自分になろうとか、今までの自分の考え方とか、そういうものを今脱ぎ捨てて新しくなっていくんだとか、ここね、壊すことっていうのは、壊す、あとは衝撃とかね、激しいこと、大きなことですよね。お相手自身の中では大きなこと、自分で揺れ動かすのかもしれない、振り落とすのかもしれないけど、これは何のために起きるのかって言ったら、ここにつながるためだっていうのが出てきています。ここをですね、いずれは明るい未来のために、明るい自分のために、より強くなるためにとか、成功させるために今ふるいにかけるんだっていう風に、自分自身ってそうするのかもしれません。どんな形であれ、我慢してることや
振り落とすことね、そういうことがあったとしても、これからタイミングが整っていって2人がちぎる可能性が大なので、はい、もう我慢の時代は終わるかもしれません。このようなアドバイスも入っていました。我慢しないことっていうのがあなたへのアドバイス。そしてもし何か大きな衝撃とか関係性が変わるようなことがあったとしても、タイミングがやってくるんだって、今変化の時なんだ、それは明るい未来へ向けてのタイミングなんだっていう風にあなた自身が感じておくと、スムーズに流れやすくなると思います。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。感謝を表すカードです。はい、自分を信じていきましょう。自分の価値をお金ではなく強さで評価するようになっていきます。これから先。そして真の価値というのは心の中にあるということをあなたはすでに知っています。あなたの笑顔が魅力的なんです。自分も周りの人も受け入れて感謝の気持ちを表すことがあなたはできます。だからこそ今感謝の気持ちっていうのを表していきましょう。自分自身にも感謝して、そして自分の価値はお金や見た目だけではなく真の心の強さなんだっていうところをもう一度再認識していきましょうっていうのがメッセージです。はい、外見、見た目、持ち物、お金、物質的なものだけではなくて、本当の豊かさとは何かっていうことをあなたは心の中にあるっていうのを知っていますから、それを具体的に形として表す、つまり感謝の気持ちを伝えるとか、そういうことを今やってみてねっていうアドバイスでした。今回は、ちぎりシリーズ、昨晩あなたのことでお相手が妄想していたことについて見てきました。もうひたすらに貫きたいってね、この奮い立たせたものをもうそのままもうストレートでいきたいんだっていう風に出てきていました。ね、お相手自分の妄想の中では願望成就っていうカードが入っていたので、かなりご満足したことでしょう。はい、というリーディングを行っていきました。タイトルは平和でした。これからもまた違う形で夜のちぎりシリーズ定期的に行っていきますので、また次回の動画も楽しみにしてください。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはちぎりシリーズ、昨晩あなたのことでお相手が妄想していたことということをテーマに見ていきます。夜の妄想シリーズよろしくお願いします。今回はエンタメ要素強めとなります。ご了承ください。では早速タロットカードからお相手が妄想していたことをもらっていきます。はい、タロットで出しています。ではオラクルカードから、昨晩にタイトルつけてもらいましょう。昨晩の妄想のタイトルね、そうですね、うまいですね。この2番をお選びいただいた方、妄想の中で、とてもうまく緩急つけてやられているなっていう印象があります。バランスというか緩急があるんですよね。信じてるんじゃないんですか。信じてるというか自信があるというか、自分が必ず掴み取っていくんだとか、もう達するんだとか、2人が結ばれていくのはもう運命なんだに近いようなことで、自分があなたの体と結びついていくこと、それはもう運命だとかね、もうそれは信じてる、疑っていないっていうところがもう強い信念っていう形で出てきてるんじゃないかなと思います。昨日のお相手の妄想のタイトルは信仰でした。魂レベルでつながっていきたいっていうような気持ちがここ強く出ているし、この本のカードね、晴天だと思うんですけど、本のカードが絵柄がね気になったので、
お相手の中でこう聖書というか、聖なる体のことについての聖書みたいなものがあるんじゃないかなと思います。経典のようなね、これマスターしとけば大丈夫みたいな、そんなようなものを持ってる、所持している可能性がある心のバイブルみたいなね、そんななんか大人の保健体育の教科書みたいなものを持っている可能性があります。それを信じて、それをベースにやっているような気がするのと、この方の妄想の中ではうまいなっていうのが入ってきますね。酸いも甘いも知り尽くしているよっていうのが入ってきます。そう、とにかくこの方攻めるのがまず好きなので、最初はまずじらしから始まります。忍耐のカードからまず始まっていくので、そこからもう我慢できないよ、だけど決して諦めないよっていうところから、じゃあそろそろ2人で動き出していきますかっていうところの流れになっていくので、あなたがじらされる側でお相手がじらす側なんだと思います。この流れを見ていると。そして自分は職人ね、匠の技としてこれから技を磨いて披露していく、ここからさらにレベルアップしていくっていうところを目指していますっていうところ、そしてガンガン攻めますよっていうところが出てきているので、そう、あなたに対して攻めていきたいとか、でも逆も考えてるかもしれないですね。あなたにじらされて、そして最終的にガッて来てほしいとか、それはそのお互いの関係性によって変わってくると思うんですけど、どちらかで考えてください。そうで、お相手の方がガーンってもうここぞとばかりにじらしにじらして、ここぞとばかりにバッっていう風に、もうあとはもう進んでいくだけなんだみたいな感じで、止まること知らないよみたいな、動く動く動くっていう感じでドカドカドカっていう風に動いていくっていうのがここですね、メインディッシュで入ってきています。かもしくは逆ね、どちらかで捉えてください。そしてここ障害のところにペンタクル10が入ってるので、それいつまで続くのみたいな感じで入ってくるね。いつまでも続くんだよ、信じてる限りねっていう風に入ってくるので、かなり力強いし、あとテクニシャンですよね。この、スキルのカード、テクのカード、そうですね、匠の技のカードが入ってるので、自分の磨いてきた技っていうのがあると思う。もしくは、夜の妄想の中でいつもそのあなたのことをいただいていて、かなり、自分の一人ちぎりをマスターされているような感じもしますね。この方今限りなくマスター、もう神の領域、絶対領域の域に来ている可能性があります。夜の妄想で。そして最終結果ではワンドの6番なので、もう掴み取っていくんだっていう風にね、何を掴んでいるんだっていうところもあるんですけど、必ずこうバシッと掴んでいくんだっていうところが出てきて、ここでフィニッシュっていう風に入ってくるので、なのでね、絶対自分が勝利していくんだっていうところと、すごいっていう風に褒めてほしいっていうところと同時に入ってきています。バイブルを持っているっていうこととね、このたわわに実りのあるものとかをね、いただいていって、そうですね、一人でこう鍛錬されているような感じもします。で、かなりこう分かりやすくね、出てきてくれましたね。ではルノルマンカードからももう少しね、お相手の妄想についてもらっていきましょう。ただこの妄想だけで言うとね、すごいですよね。もう流れがちゃんと出来上がっている、起承転結がちゃんと物語として出来上がっているので、お相手が妄想の中でどんな風にあなたを責めているのか、もうお相手が責めている側だとしたらね、どんな風に責めているのか、もしくはもしあなたからの攻めを期待しているお相手だとしたら、どんな風に攻められたいのかっていうところで見ていきましょう。1枚もらってきます。力強熊のカードが出てきました。パワーとか権力、力とかね、力強さっていうのを表しているので、あとは体格の大きさとかね、そういうのも表しているから、どうだすごいだろうっていう風にもうパワフルに見せたいとか、攻めてほしいとか、攻めたいとかね、そういうところが入っています。もう熊のようにガンガン行くよみたいな。もう熊にあったらどうします？皆さん街中で自分家の家開けたら目の前にこんな熊いたらびっくりしますよね。そんな反応を期待しているみたいですね。はい、すごいパワフル。
っていう風に入ってきました。ではそのお相手の妄想だったんですが、今度それを実現化させていくためにっていうことで、2人の今のバランス、そしてアドバイス実現化するかどうかっていうところでまず見ていきましょう。あなた、お相手、そして障害、そして未来っていうところで4枚カードを出していきます。はい、まずあなたです。お相手です。はい、そして2人の問題になるところ、そして結果がワールド。いや、ちぎるんじゃないんですかっていうところで入っています。つながるよって、2人一つで達成するよって、頂点を感じることができる、今までに感じられなかったぐらいのとても喜ばしいことを2人で感じることができるよっていうのが入ってる。そしてお相手はワンドのキングなので、やはり攻める側がお相手なのかなっていうのがあります。伸びる棒を持っていて、ワンドですね、木の杖を持っていて、この棒ってすごく力強くて生命エネルギーを表しているんです。そしてワンドのキングっていうのは、高みをまだまだ目指していきますって、キングだから王様でトップなわけなんですけど、でもまだまだ自分の力こんなもんじゃないから、もっともっと上へ行けちゃうよみたいな、こんなカードなんですね。なのでかなりスタミナのある方とかパワフルな方なのかもしれません。性的なエネルギーにあふれている方だと思います。はい、今のお相手はこのような感じで、性的魅力エネルギーっていうのもかなりある状態だから、王様だからね、あるので、そこにあなたが対応していくような、そんな2人の今の関係性っていうのが出ています。遊び心がありますよね。あなたはお相手を手玉に取っていきましょうぐらいの感じの余裕があってもいいんじゃないかなと思います。その責められて、多分突然ね、玄関開けてクマが出てきてびっくりみたいな、そんなあなたの表情を見たいんだけど、それを演じてみせるぐらいのね、余裕があると面白いかもしれません。ということで、こちらが問題として、ここのワンドの3番が出てきました。決してネガティブなカードではないんですが、どうかな、障害としてもし見るのであれば、準備しておいてもいいかもしれません。先々のことを考えてね、先々ってここね、2人ここ世界なんですよ。だから交わると思うんですね。はいと思うんです。一つ世界が完成されるというか、達成されるっていうのが出てくるから、これに備えておきましょうっていう感じです。今できることありませんかっていうのが出てきていて、今拡大している最中、エネルギーが、特にお相手もそうだし、性的エネルギーが広がっているようなところなので、今関係性がある方だとしたら、ちぎること自体今楽しいってお互い思ってるだろうし、まだちぎっていないよっていう方でも、これから先可能性がすごくあるから、今できることで、今広がっていくエネルギーに対して今あなたが対応できるようなこと、性的なことっていうことで、我慢強くしておくことだったり、鍛えておくことだったりとかね、たわわに実ったものを取ったどっていう風に言ってもらえるように磨いておくことでもいいと思うし、あと自分のそうですね、下着だったりとか、あと清潔感保っておくこと、体を磨いておくことっていうのもいいと思います。ワンドの3番、外見に気を使うっていうことが入ってくるかなと思いますね。あとはお相手の方がね、かなり上手い方っていうのがあるので、例えばこの方がタフで、じゃあこのバイブル通りにね、実はこの物語って実は続きがあるんですよって、世界終わったじゃなくて、実はまたそこから世界の終わりと始まりがあって、次の世界へじゃあまた行きましょうっていう時に、あなたはついてこれるのかい、どうなんだいっていう風になるかもしれないので、やはり体力つけておくことがいいのかもしれません。でも嬉しいカードが入ってきましたね。ワールドのカードです。2人が合体するっていうようなちぎりの意味のあるカードですね。ではお選びいただいた、オラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはサポートを表しています。
あなたは一人ではありません。あなたをサポートしてくれる存在がいます。それは身近な方や目に見えないエネルギーかもしれません。自分自身でこの見えない存在や身近な存在から感じるエネルギーを信じていきましょうっていうカードです。近くにいる存在、今回ちぎりで見てるのでお相手かもしれませんしね。はい、または見えないエネルギー、生命エネルギーかもしれないしね。そのあたり、今感じ取れるものを感じてね、信じていきましょうっていう気持ち、そしてサポートのカードなので、あなたがサポートする側になるかもしれないですよね。お相手を支えていく、もしくはお相手があなたを支えるっていうぐらい大きな木の棒とかね、十字架を持っている可能性があるので、しっかりと握っていきましょうっていう風に出てきていました。こちらもぜひ参考にしてください。今回は夜のちぎりシリーズ、昨晩あなたのことでお相手が妄想していたことについて見ていきました。夜のちぎりシリーズ、これからも投稿していきますので、息抜きの時間のような感じでね、お楽しみいただけるようなエンタメ要素強めの内容でお届けしていますので、ぜひご活用ください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ、昨晩あなたのことでお相手が妄想していた内容について見ていきます。今回エンタメ要素強めとなりますのでご了承ください。では早速タロットカードからスプレッドしていきましょう。スプレッド展開で見ていきます。はい、タロット出ています。いいですね。ワールド、ラバーズ、チャリオット、デビル、大アルカナ続きでございます。では、この昨晩のお相手の妄想にタイトルをつけてもらいましょう。お相手にね。どんな妄想、タイトルですね。はい、妄想についてのタイトルください。情熱、情熱。真っ赤なバラの情熱。真っ赤なバラは君の太陽さみたいなね、そんな熱いセリフが出てきそうな感じですよね。うわー、すっごいもうバラ、君のそのバラっていう風にね、バラの中に入っていきたい、そのバラから滴り落ちる雨の雫をね、恵んでいただけないでしょうかっていうところで、すごいですよね。ワールドが入っていて、流れとしてはまず2人のお気持ちっていうところを確認し合うようなところからお相手の妄想は始まっていきます。2人が結ばれるとか、まず気持ちっていうところですよね。好きだよとかね、そういうなんか甘いセリフの交わし合いとかね、そういうところからまず始まっていきます。ロマンチックな感じで始まっていきますよね。ただその後っていうのがワンドの点が入ってるので、オーバーワークとかね、疲労感とかを表すカードでもあるんです。いっぱいいっぱい抱えるものあるよっていう感じ、プレッシャーとかね。なのでここいっぱいいっぱい抱えるものがあるから、自分のエネルギーがすごくいっぱいあるってことなんですよね。お相手の中のエネルギーです。生命エネルギー、勢力がすごくたくさんあって、もう1対100みたいな感じで、あなたが1だったらお相手100ぐらいエネルギーがあって、たくさんも活性化されてるから、めちゃくちゃ持ってるよって、エネルギー持ってるよ、大丈夫かいっていう感じなんですけど、いやいや1対100って絶対無理でしょっていう風になるんですけど、でもね、完成されていくんですよ。ワールドだから、うわーってもう絡みついて離さないよっていう風にね、もうゲットしたぜっていう風にお相手がなるんですね。あなたの体をギュッとしてもう掴んで離さないよって、もう情熱的な一夜となっていますよね。それもうガンガン動きますよって、回る回る回る、揺れる揺れる揺れるって、
動くっていう風にもう進んでいくっていう、チャリオット戦車のカードだから、戦車ですよ、戦車。進んでいくんですよ、この人。進むことしか知らないみたいなね、そんな感じもするんですけど、でもコントロール上手でもあるので、でも見てる限りだとすごくエネルギッシュな感じで伝わってくる。情熱的だし、エネルギーもたくさん持っていて、このままじゃあなたの方がしんどくなっちゃうというか、耐えきれるかなっていうところだけど、でもね、ワールドで終わっていくから大丈夫なんですが、でもそれぐらいエネルギー持っててってことは、かなりエネルギッシュに進んでいく、動いていくっていうか、攻めていくんじゃないかなって思っています。で、障害のところにワンドの6番が入ってるので、これね、あなたに褒めてもらえるかどうかとか、称賛のカードなので、称賛してもらえるのか、この攻め方でいいって言ってもらえるのかどうかっていうところがまず課題なんですよね。なぜかといったら、1対100で自分の方がエネルギーに溢れ返っているから、もうたまりまくっているから、それを全て受け止めてくれて、すごいわねとか素晴らしいわっていう風に言ってもらえるかどうかっていうのがまずポイント、気になるポイントではあるんだけど、いやでも大丈夫でしょ、大丈夫、掴み取っていけるっていう風に信じてるところもある。そしてこちらのカードですね。この方どういう風に進めていくかって言ったら、自分の誘惑のままに進めていきたいっていうのがあるから、あなたを思いやって優しくしなきゃなって思うんだけど、ちょっと荒々しい一夜になるかもしれないですね。そして最終結果はラバーズなのでね、ワールドとラバーズだから、すごく良い流れでフィニッシュっていう風になってるんですね。はい、もう一枚テーマで布ルマンもらっていくと、タワーですね。見よ、この私の華麗なるこの体つきみたいな感じで入ってきます。自慢したいところがあるんじゃないかな、認めてもらいたいところというか、褒めてほしいところとか、体のパーツ的なものかもしれない、だと思いますね。このヘビが絡まっているような絵柄でワールド入ってるんですけど、そんな感じで絡みつくような何か、ここにこのシンボル的なものですよね。シンボル的な、たった一つだけみたいな感じで、これだけよみたいな、オンリーワンみたいな感じのものがこの方の中にあると思うんです。自分の長所みたいなところで、そこを褒めてほしいなっていうところもあると思います。そうですね、もうちょっともらおうかな。ただすごい情熱的に攻め込んでいくっていう妄想をしてるんだなっていうの分かりました。いや、嬉しいですね。攻められるチャレンジのカード、シップ、船のカードで、これもね、進んでいくっていうカードだから、今夜は私が情熱的に攻めますよっていうのが出てきていますね。やっぱりコントロール上手っていうのがあるから、うまい具合に進めていくんじゃないかな、情熱的にっていうのはあります。そうですね、自分の欲望のままにっていう感じもするので、ちぎり的にはいいんじゃないかなっていう風にも出てるんですけどね。ではこれを現実に持っていきましょう。実現化に向けてアドバイスっていうことでもらっていきます。お相手こんな妄想してるんですけど、ではこれは実現するのかどうか、あなたのお気持ち、お相手のお気持ち、2人にとって今問題になっていることと未来を見ていきます。まずあなたのお気持ち、ペンタクルページ、お相手のお気持ち、ソードの8、はい、そして2人の問題に強行のカードです。はい、そして、未来は月のカード、実現化っていうところだとまだ先が見えないっていうところなので、実現化ちょっとまだ具体的にはっきりと出てきていないかなっていうのがあります。そして問題になっているところで競合のカードがあるから、自分で正しいって思っているのかどうかとか、その妄想ではね、誘惑全然 OK っていう感じなんですけど、ちょっと抑えてるような、お相手がね抑え気味な感じ、妄想は情熱的なんだけど、ここねソードの8なので、
動けないような感じなんですよね。束縛感だったり、閉じ込められていたりとか、それは自分のエネルギーを閉じ込めていて、今行き場がないとか、動かしていきたいのに動けないとか、自由にエネルギーを放出していけない、ちぎり合っていけない、今このビシッと固まって動けないよっていうところが出てきているので、それを切り崩していくとか、自分自身を解放させて自由になっていかないと、未来作り出していけれないんじゃないかなって、お互いの力で作り上げていかないとちぎりって成立していかないから、まだちょっと先行き不透明で見えていないものあるかなっていうのがあります。問題強行、そうですね。どうかな、社会的地位だったりとか、社会的なことについて考えているところもあるかもしれないし、お互いの問題として入っているかもしれません。人の目の触れるところでしか会えない関係性なのかもしれないし、立場を超えた関係性なのかもしれない。または、誰にでも優しいんじゃないのっていうふうにお互いが感じていたりとか、まだその恋愛関係とかちぎりの関係性まで進展していないような、そんなね、まだ距離のあるような関係性なのかもしれません。まずその垣根を越えていくことだったりとか、社会的にどうなのっていうようなことをお互い感じてるのだったら、じゃあそれを踏まえた上でお互い結ばれていくことを合意していくのかどうかっていうことも、現実目を向けていかなきゃいけないねっていうところは出てきています。あなたの方はお相手のことを大切に思ってるし、誠実にこれから育んでいきたいって思ってるので、この人が動けない原因っていうのが多分どこかにあると思う。妄想とは裏腹にね、現実化していけないことがどこかしらあると思うので、そこをどうやってこの人が切り抜けていくのかとか、あとあなたがこれからどうやってお相手と関係性を育んでいくのかっていうのがお互いのテーマとして入っています。それで仲が近づいていって、ここの垣根を越えた時にまた未来も大きく変わってくると思います。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらは共同で創造する、作り出して生み出していくっていうカードです。はい、こちらはあなたの魅力は周りの人を助けたり勇気づけること、そして愛する人に尽くすことです。尽くすこと好きじゃないですか？お相手のために何かしてあげたい、愛したいっていう思い強くないですか？それは大切に思っていてください。そして完璧を求めすぎなくてもいいです。今お相手と織りなす未来を、そしてそれまでの過程をゆっくりと味わってください。二人が結びついていくまでってことですね。心と体が結びついていくまでのこの過程を噛み締めて味わってくださいねって。急いで完璧、つまりつながることを求めなくても今はいいですよって、時間かけましょうっていうことと、もともと助けたりとか尽くすことが好きなあなたですから、その今の魅力を十分に活かしながらやっていきましょう。その尽くすっていうこともね、いいかもしれません。サポートする、動けないよっていう風に、現状動けないってことが出てるので、ただ待つだけじゃなくてね、動きやすくするために一緒に考えたりとか、共同で作り出す、生み出すっていうカードだから、2人が一丸となって向かっていかないと生み出していけないから、じゃあ私の方からどうしたらいいかな、こうしたらいいかな、何かサポートできることあるかなっていうふうに、今あなたの中でできることっていうのをアクションしてみてくださいっていうのが出ています。ただ待つだけだと多分先行きがどんどん見えなくなってしまったりしてしまう可能性が高くなってくるので、切り抜けていくには自分からの行動っていうのも必要になってくる。この人がガンガン来るような感じで現状入っていないから、こんなね、チャリオットみたいにね、ガシガシ行くよみたいな感じで入ってきたら、この方からのアプローチっていうのが期待できそうだったんですが、妄想とは裏腹になかなかにうまくいかないもどかしい現実っていうのがお相手の方で出てきていました。今回は夜のちぎりシリーズ、昨晩あなたのことでお相手が妄想していたことについて見ていきました。これからもちぎりシリーズ定期的に投稿していきます。エンタメ要素強めとなりますがご了承ください。そしていつもお楽しみいただいている方、本当にありがとうございます。また続編をお待ちください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。今回のリーディングは以上となります。
夜のちぎりシリーズ行っていきました。エンタメ要素強めとなりましたが、いかがだったでしょうか。今回はプチ占いとしてこちらのビビトーラバースカード、こちらから、メッセージをいただいていこうと思います。今回はちぎりシリーズとしてお相手の妄想にタイトルをつけるっていうことをやっていったんですが、その他にもいろいろとメッセージをいただけそうなので、今そのお相手との、理想のちぎりの現実化へ向けてっていうことで、今あなたができること現実化させていくため、ご縁を近づかせていくためのなんか具体的にね、リアルにできることありますかっていうことで、どういうことを今意識していけばいいかなっていうことをメッセージもらっていきましょう。で、今回はガイドブックを使ってメッセージもらおうかなと思います。はい、今回も3択です。選択肢とは関係なく、左、真ん中、右で今直感でお好きなもの一つお選びください。お選びいただいたでしょうか。では左の方から見ていきましょう。力です。はい、では、ガイドブックからメッセージをそのまま抜粋して読んでいきましょう。はい、力のカード。あなたが持つ力に目覚めてください。あなたに数多くの可能性を宇宙が与えています。今まで隠してきた力が芽を出し始めています。あなたの役割は自分の持つ力を世界に向けて発信すること。つまりね、外に今溜まっていたエネルギーをね、持っているエネルギーを出していきましょう。そしてその力を多くの人々のために使っていくことです。難しく考える必要はありません。あなたの持っている力をどんな形でもいいので、全力で表現してみてください。あなたの中から生まれた力が世の中を動かす、未来を創造する、それがあなたの使命なのです。あなたはもっと輝けます。秘めた力を生かしてさらに豊かに満たされた人生へと向かっていくことができるのです。私は持っている力を生かし未来を創造していく使命を担っています。力強いカードですね。力っていうのがパワーですねっていうのがメッセージで入ってきていました。自分が持つ力に目覚める、魅力開花、そのことで今具体的にできることをやっていこうって周りに発信していこうっていうのが出ています。では次、真ん中をおーっとお選びいただいた方、愛のカードです。はい、では愛のカードについて、見ていきましょう。あなたの存在そのものが愛だと言えます。あなたが笑い、喜び、歌うことで世界に愛の力が浸透していくのです。あなたは多くの愛を与えるために生まれてきました。あなたが愛する人だけでなく、あらゆる人に愛を惜しみなく注いでください。宇宙の法則では愛は循環するものです。与えた分だけ必ず自分に戻ってきます。愛は与えた対象から戻ってくるとは限りません。別な対象から還元される場合もあります。見ず知らずの人に差し伸べた手が、愛する人の手を通してあなたに返ってくるかもしれません。あなたの愛で目に見えるすべてを包んであげてください。私は佇むだけで愛を放つ存在です。その愛はやがて様々な形で私のもとへ戻ってきます。愛情をたくさんの人に分け与えていきましょう。今できることですね。そして右をお選びいただいた方、挑戦のカード。何を挑戦するんだ。挑戦。はい、さあ立ち上がってください。チャレンジです。新たなステージへ進むときは今です。エネルギーを受け取る。すべては整いました。恐れずに挑戦していきましょう。ここに至るまで思うようにいかないこと、停滞することが多かったかもしれません。しかしその経験を通して得た学びはあなたを新たなステージへ導くものでした。今こそその学びを生かし、一気に突き進むタイミングです。ここからはあなたが思うままに行動して大丈夫。直感に任せてあなたの本当のパワーを花開かせてください。あらゆる挑戦が実り豊かな人生をもたらすことが約束されています。あなたを応援しています。
勇気を出して。私は失敗を恐れず挑戦していくことを選びます。時は満ち、新しい扉を開くための準備が整ったのです。はい、こんなメッセージをいただきました。素晴らしいチャレンジのカード、そしてラブ、愛、パワー、力っていう風にね、それぞれ分かれていきましたね。今、このメッセージを受け取って、行動として今できることをやってみてください。はい、応援しています。実現化へ向けてということで、妄想の世界から実現化っていうところまでシフトチェンジして今回読んでいきました。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら最後のプチ占いの選択どれを選んだかっていう感想をお聞かせください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。